はい。今日はですね、イソヒヨドリですね。イソヒヨドリが必死で何かをしているところですね。あとは巣立ちしたばかりのヒナ、若鳥とかですね。その親の母鳥とか、あと綺麗なオスの姿も見ていきます。小鳥の下ってあまり普段見ないですよね。後半にはですね、イソヒヨドリの声もあります。それではどうぞ。イソヒヨドリが必死でおえおえしてるとこですね。イソヒヨドリのメスかなと思われるようなものがですね、電線に止まってたんですね。で、イソヒヨドリももちろん電線や小枝にも止まるんですけど、どちらかというと普通はですね、石の上とか屋根の角とかが好きなんですよね。一応撮影しとくかと思ってですね、準備してたらですね、急におえおえし始めたんですね。一瞬なんでね、見逃さないようにいきますよ。はい。こうやってですね、もうズームした時にはもう終わってたんですね。でもですね、一応間に合ったんで見ていきましょう。だいたい上を向いて口を大きく開けてですね、やってますね。そしてだんだんですね、下向いていくんですね。はい、これですね。捨てましたね。毒とかまずい実を吐き出したのかというとですね、鳥は植物の実をすごくよく選んで食べるんで、毒などを飲み込むことはあんまりないですね。では何なのかというと、ペリットですね。鳥がですね、未消化物を口から吐き出すようなのをペリットと言いますね。食べたものによってですね、骨とか毛とかですね、魚の鱗とかですね、あと虫とかカニとかの殻みたいなもの、外骨格ですね。それから木の種なんかも含まれますね。これね、口を振ってますけど、かなり大きくですね、これですね、舌をね、こうやって出すんですね。それでこの時もペリットが出かけてるような感じですね。はい、加えたようですね。そして、はい、落としました。ちょっと粘りがあるよ。イソヒヨドリのオスメスとか生息地のことを見ていきます。これがイソヒヨドリのメスですね。こちらはオスですね。青と赤茶色が目立ちますね。イソヒヨドリの生息地ですね。もともとは海岸の岩場だったんですけど、近年はですね、内陸部でいい声で鳴いてたりしますよね。繁殖ももともと海辺で、砂浜ではなく岩のくぼみなんかで演奏してましたね。それでこれがイソヒヨドリの幼鳥ですね。ふわふわっとした産毛ですね。全体的にはメスの色に近いですね。内陸部、大都市でも、市街地だったらですね、コンクリートや建物がありますんで、高低差もあるし、岩場みたいなものもあるということで、結構ね、海岸の岩礁帯と近い環境なんですよね。あとはですね、内陸部で餌と巣を作るところがあれば、繁殖が可能ですよね。実はですね、ここは交通量の多い道路の近くなんですね。営巣場所、巣を作る場所はですね、だいたい建物の屋根の隙間みたいなところを利用していると思われますね。はい。これはイソヒヨドリのメスで、さっきの幼鳥の母親になりますね。幼鳥から4、5メートルの距離にいます。こういう屋根見たことありますよね。スズメなんかもね、利用するんですけど、イソヒヨドリにも使えると思いますね。イソヒヨドリがですね、こういった屋根の近くで止まっているのを結構見ますんで、多分使ってるはずですね。イソヒヨドリはですね、かなり綺麗な鳴き声で結構声も大きいですね。
だいたいオスだけがさえずりをする鳥が多いと思うんですけど、イソヒヨドリはメスも結構鳴くみたいですね。イソヒヨドリはですね、巣立った後も親から餌をもらうんですけれども、巣立ちの時にですね、数羽ずつ母型と父型分かれてですね、オスメスが別行動で面倒を見るようです。子育て単位をわざわざ分割するというのはどうしてでしょうか？皆さんはどう思いますか？まあ一例ですけれども、一極集中型は移動距離が長くてエリア内の資源が枯渇しやすいかもしれません。分割型は親の負担が減って巣立ちしたばかりのヒナの運動や訓練も兼ねているのかもしれませんね。まあ他にもね、安全面のリスク分散とかいろいろあると思いますね。最初の方に出てきた鳥のペリットですね。まあ一般的にですね、ペレットっていうあれですね、ウッドペレットとかですね、要は粒状の塊のことですね。鳥が未消化物を出すと鳥用語でペリットと言いますね。だから元の語源はペレットと同じで、鳥用語としてはペリットと言ってるっていうことですね。ステーキのプレートに乗ってくるペレットありますね。あれも語源としては多分一緒だと思うんですけど、日本で考えられたものらしいんで、ペレットの語源の中には意味と